おはこんばんは。It's Seg on the Brand。私たちはアメリカ人と日本人の同性カップルです。で、アメリカで同性婚してます。はい。今月、この6月がプライドマンスっていうことなので、今回こういう動画をちょっと撮ってみようと思いました。はい。で、まずプライドマンスって何？プライド月間とはっていうふうに調べたら、毎年6月は世界的なプライド月間プライドマンスとされている。期間中は多様なセクシャリティをたたえ、世界各地で LGBTQ+、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クイアの権利について啓発を促すイベントやパレードが行われるということです。このプライド月間の1ヶ月間は街全体にプライドフラッグが出たりとか、あとはそのプライドに関するイベントをやったり、パレードとかやったり、その目的は今までの進捗を考えたり祝ったりして、あとはこれからまだまだしなきゃいけないこととか、まだまだ権利的にまだ足りないところとかを考えたりする、そうだね、月間っていうか、そんな感じです。本当は1年間通してやっぱり考えてるけど、この6月をきっかけにもう一度考えてみようみたいな、いい機会だよね、このプライドマンスっていうのは。ね。一応日本にはプライドマンスじゃなくてプライドウィークっていうのがあって、1ヶ月間じゃなくて1週間プライド週間、そうプライド週間みたいな感じになってて、一応1週間そこをすごい力入れてるっていうのが毎年あるんだよね。はい、自分たちももう合計で2回だよね、東京レインボープライドって言って TRP ってよく言われてるんだけど、それに参加したことがあります。はい、2017年と2019に来ました。2017年に行った時はお互いまだカミングアウトしてなかったので、ちょっとドキドキしながら行ったのを今でも覚えてるんだけど。そうだね、ドキドキしながら行ってたけど、ちょっと安心もしたよね。泣きそうになっちゃう感じ、ね、いいなって、羨ましいって思った。単純にこんなにカミングアウトできてて、まだできてなかったからね、堂々と手つないで歩いたりとか、すごいなってその時は思ったのを覚えてるな。ね。で次に行ったのはもうね、カミングアウトした後だったもんね。友達と行って、ワイワイして楽しかったね。楽しかった。最近では日本でも昔に比べてその LGBTQ+ に関する記事やニュースとかがよく取り上げられてて、その毎年行われるさっき言ったプライドパレードもニュースで出るし、あとは最近だと有名人の方とかテレビに出てる人とかが発信したりとか、そういうのも多くなってきてるよね。そうだね。今日本では理解が進んでる一方で、それと同時に政治家とかがちょっと違反的な、発言をよく最近してるよね。多分それが進んでるから逆にそういうのが多くなるっていうことになってると思うけど、注目されてるからこそそういう批判の声も出てくる。嫌だけどいい傾向ではあるかなっていうふうには思うよね。でちゃんとそれに対してこちらのそういうことは言っちゃいけないでしょっていう声があるじゃん。ね。それすごく大切だよね。一つその言いたかったことがあるんだけど、よくその LGBTQ+ の人たちの、権利を認めることによって少子化が進むとか、今回出たのはその種の保存に反するとかの言葉があるんですけど、それって全然違うなって個人的にすごく思うんですよね。オランダとかはもうその認められてもう何年、20年以上経ってるんだよね。それでもそういうところの研究でももう出てるじゃん。同性婚認めてもその出生率とかには関わらないっていう結果も出てるし、で自分たちもそういうふうによく言われるから、考えるじゃん、本当はどうなんだろうと思って。でも自分ゲイだし、男性が好きじゃん。だからどっちみちその同性婚認める認めないにしても女性と子供を作ろうっていう考えにはならないんだよね。女性と結婚してとかって全然ないじゃん。だからその同性婚が認められたからって言ってもう次の日から
私はゲイになるとか私はレズビアンになるとかじゃないんですよね。じゃない、だってそれはそういう道を選んだとかそういうことはないからね、なんかなりたくてなったわけじゃないし、もう本当にこのままの、そうだって異性愛者だって、そのストレートの男性だって女性好きになろうとかなんかそういう選択したことなかったじゃん、だからそれと同様でゲイとかレズビアンとか、LGBT の方は別になんか選んだわけじゃない、もともとそういう人間です、じゃああとはこれ自分の経験からなんだけど、なんでなんか同性婚を認めなきゃいけないのかっていうことなんだけど、同性婚を認めたからといって結婚する人も出てくれば、結婚しない選択もする人もいるじゃん、もちろん、だからそれはもう本当に個人の自由だし、だけど自分たちみたいに国際結婚してて、将来は日本にいつか住みたいなっていうカップルももちろんいるし、今はねブレンの国アメリカが同性婚できるから自分はアメリカに来てるけど、例えば日本のと、どっかの同性婚を認められてないカップル同士はもう本当に行く場所がないんだよね、結婚もできないし、だからそういうのを解消するっていうこともあるし、あとは国が認めることによって私たちのその気持ちっていうのがすごく軽くなると思うんですよね、その国が認めることによってなんか社会的圧力っていうのがなくなるし、自分が子供の頃なんかもし国が同性婚認めてたらもうちょっと変わってたんじゃないかな。だから自分がなんか女性と結婚しなきゃいけないっていうその考え、その圧力がなかったんじゃないかなと思う、だって同性婚が認められたらみんながそれが普通だと思うようになるじゃん、結婚イコール誰でも結婚できるじゃん、女性と男性でも男性と男性でも、女性と女性でもできるっていうのが当たり前になってくれば、そういうのがちょっとなくなるじゃん、そういういじめとかが、そこだよね。だから自分はゲイでなんか女性と結婚するつもりはなかったけど、やっぱり親とか親戚とか、周りの人たちの目線を気にして、しないけどでも子供ねいつかその女性と結婚してなんか子供を授かった方がなんかいいのかなとか、その自分のためじゃなくて周りのためにっていう考えがどうしても出てきちゃった悲しいことに、しかもねなんか別になんか男性2人でも女性2人でも子供を預かることができるじゃん、だからねそういう体験談とかもよく読むんだけど、その圧力に負けて、仕方なく女性と結婚してカミングアウトできないっていう人も、たくさんいるんですよね、特になんかちょっと前の世代の方たちは、特にもっと大変だったじゃん、だから多分その方たちがいっぱいいて、本当に大変だと思います、だからそういう負担とかその圧力っていうのをなくすためにも、国は一刻でも早く、同性婚日本での同性婚を認めるべきだと思います、いや本当にこれ本当に一部だよね、なんかその言いたいことのなんか同性婚を認めることによって本当にいろんな部分で救われる人たちがいるし、自分たちはこういう、ほんの一部の理由だけど、人によってそれぞれ理由ってやっぱり変わってくるから、もっともっと認めてほしいっていう人はいると思うんだよね。特にほらずっと待ってる人もいるじゃん、なんかもうおじいちゃんになっておばあちゃんになって、その同性カップルがいて、ずっとできないでこれからもできないんだろうな諦めかけてるような人たちもいっぱいいると思うから、もうできるだけ早く認めてあげてくださいと思うんだよね、そうなんか自分たちはいつか日本で生活したいなって思ってるから、なんかアメリカでの生活の基盤、なんか例えばもう家を買いたいとも思うんですよね実際、でもうちょっと落ち着きたいと思うんですけど、やっぱりその一歩が踏み出せない、それはなんか日本でいつかは同性婚ができるんじゃないかなっていう希望を持ってるからなんですね。だから、なんか結構人生を今左右されてる状態です。
なんかアメリカで結婚できるからいいじゃんっていうコメントとかよく来ると思うんだけどね、そういうのもよく見るよね、だけどさ、したいことは日本に住みたいんだったらなんでそれできないのって思うんですよね。しかもなんか諦めたくないんですよね、だから今私たちにできること、自分たちは今日本には住んでないけど日本で頑張ってる方の応援、例えばそのデモのための署名の参加だったり、それの拡散だったりとか、あとこうやって動画YouTube 動画とか SNS を使って、ここからできることをできるだけやっていきたいと思います、で、自分たちにできることっていうのはやっぱり限られてて、自分たちにできることと、あとはこの動画を見てくれてるみんなにできることっていうのもあって、で一つ一つはすごくちっちゃいかもしれないけど、なんかそれが徐々にね合わさって大きくなるので、だから、みんなも一つ一つね、自分にできることっていうのがあると思うので、それをぜひやってみてください、ね、例えばできることがあるとしたら、例えばこの動画をシェアすることとか、友達にシェアしたりして、あと Twitter とかインスタにシェアしてくださったらすごくそれで情報が広がるし、あとはなんか、自分からツイートとか書き込んでつぶやいたりとか、なんかよく最近は特になんかその政府に対してのその署名するものとか、それに必ずなんかサインしてくれたらどんどんなんか広がると思うし、自分たちの動画をね、もちろんさっきブレンが言ったように拡散してくれてもいいし、もちろん切り取って使ってもらってもいいし、こういう人たちもいるけどどう思うみたいな感じで動画を送ったりとかして、なんかそこで意見をね、交わしたりとか、なんかそういうこともしてほしいなって思います。はい、じゃあ今日のね動画はここまでになるんですけども、私たち今年で結婚してから4年目になって、もちろんいろんなね経験もしてきたし、YouTube もやってるのでいろんなコメントもいただいてます。なので今回の動画はここまでですけど、これからも一つのねトピック取り上げて、なんかそれについてこうやって動画で話してみたりとか、みんなと意見交換してみたりとかしようと思ってるので、よかったらね、引き続き私たちの動画を見てくれると嬉しいです。はいね、今日の動画はちょっと、真剣な話だったんですけど、普通になんか、Vlog 撮ったりとか、自分たちの生活をなんか動画にしてちょっと共有してるので、それもぜひ見てください。ってことでよかったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。お願いします。あとは動画の共有もよろしくお願いします。では長々と皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。